ヤマハ MT-09 で峠道を走り始めました。この峠道に至るまでに気づいたのですが、このエンジンは相当ギアチェンジをサボれるなという感じです。今6速トップギアで、50キロいくかいかないかというような速度域ですが、このような状態からスロットルを開けていくと、そのまま何事もなかったかのように加速を始めるという感じなんですが、例えば2気筒エンジンや4気筒エンジンなんかだと、あまりこういう使い方をして無理をさせるとガタガタいったりとか、あまり極端なことをするとエンストしてしまったりとか、そういうことがあると思います。この3気筒エンジンに関してはそういったことは全くありません。また高速道路でコメントし忘れましたが、この MT-09 は電子制御スロットルも採用しているということで、相当フレキシブルなバイクになっているなという印象です。電子制御、電子デバイスを大量に取り込むことによって、まさに現代的なスポーツバイクに進化したんだなという実感があります。ここからもう上り始めているんですが、このような状況でも太いトルクがもういつでも呼び出せるという感じなんで、この6速入れっぱなしでもこの峠道走りきれてしまうんじゃないか、それぐらいの力強さがあります。それではね、せっかくですから少しギアを落としてエンジン回してみたいと思います。5、4、はい、今4速まで落としました。4速まで落とすと、このリアタイヤに伝わるトルク、駆動力も相当連続的な感じで、この辺りはちょっと4気筒チックな乗り味ですね。そして、はい、今3速。4気筒ほどのその回転域によるフィーリングの違いというのはなく、トルクがそのまま直線的にというかリニアに伸びていくという感じで、この辺りはね3気筒独特のフィーリングではありますが、リアタイヤに伝わる駆動力の感じとしては、例えば MT-07 の場合はものすごくトラクションがいい、それを活かしながらスポーティーに走るという感じ。リアタイヤにパワーを加えて休んで、パワーを加えて休んでというような感じで間欠的である。それゆえタイヤのグリップもすごい良好に感じられて、それをベースにスポーティーなライディングが楽しめるという感じだったんですが、この MT-09 の場合はそれとは全く違っていて、もうどちらかというとエンジンはこの3気筒独特の太いトルクを発生しながら、もう駆動力に関してはもうリアタイヤにがっつりと任せていると、もうあとはタイヤよろしくねというような感じのフィーリングになっていて、ただ今も少しスロットルを多めに開けたんですが、このような時のそのパワーの伝わり方としては、その4気筒エンジンほどのべつ幕なし、リアタイヤに強い駆動力を与えてという感じではなく、高速道路でエンジンのフィーリングとしてコメントしたように、結構ざらついているんですよね。で、このざらついたエンジンのフィーリングと同じような、そっくりそのままそういう感じの駆動力がリアタイヤに伝わっているという感じなので、4気筒ほどスロットル開けた時にタイヤに無理はかけていないんだけど、2気筒のそれよりはずっと強いというような感じ。この辺りはね、やっぱり2気筒と4気筒、その中間にある3気筒エンジンらしいところでもあるかなと思います。今 D モードは最も元気のいい1で走っているんですが、そしてトランスミッションは3速。そうですね、私も初代の MT-09 に乗らせていただいた時、最も元気のいい D モードで走らせると乗りやすくはあるんだけど、相当じゃじゃ馬だなと感じた記憶があるのですが、この新型はやはりトランスミッションのね、1速2速でしたかね、ギア比が変わったということで、その辺りの低めのギアでのじゃじゃ馬感は相当抑えられてはいるんですが、スロットルをちょっとでも大きく開けると、その初代そのまんまのじゃじゃ馬感もなんていうかそっくりそのまま残っているような感じがして、これはこれでね、相当刺激的な乗り味かなという感じがします。ちょっと2速落としてみます。今2速ですね。静かな峠道なので
排気音がものすごくよく聞こえます。やはりなんとなく排気音が路面に反射しているというのも分かりますし、今ね、周りに交通もないんで本当静かなんですけど、このタンクの両サイドの吸気口からの吸気音、これはね、結構いいアクセントになっているというか、そうですね、吸気音と排気音の合わせ技で、この刺激的な、ちょっと乾いた感じの、ざらついた感じの音を演出しているといった印象です。もう排気量はね、リッタークラスにちょっとかけるぐらいという感じで、結構あるので、こんな峠道はね、本当に平坦道を走ってるのと全く感触は変わらないといった感じです。パワーも、そしてもちろんトルクも文句なしといった感じですね。それとともに直列4気筒エンジンだとスロットルを当てていくと、その高速道路でもコメントした通り、二次曲線的にぐーっと盛り上がってしまうんで、逆にライダーとしては、特にこういった一般公道を走る場合は、その辺りの、直列4気筒エンジンならではの元気の良さ、伸びていくあの辺りをどう制御するかというのが結構難しいポイントにもなってくるんだと思いますが、この3気筒エンジンに関してはそういったところはないので、どちらかというと本当に直線的に伸びていくという感じなので、なんというか峠道を走りやすくもあるといった感じですね。そこら辺のエンジンのフィーリング、エンジンの制御をどうするかみたいなことはあまり考えなくてよい、単純にライディングに没頭できるというような、そんな感じですね。そしてこのコーナーね、いつも砂利が多いんで速度を落とすようにしていますが、曲がりやすさは本当にピカイチですね。もうライダーが見ている方向に自然に入っていくといった感じで、そして警戒感も相当強いといった印象です。先ほど電池交換のタイミングでこのモデルのフレームをしげしげと見ていたんですが、ちょうどフレーム、ライダーの位置的に言うと向こう詰めのあたりですかね。そのあたりにフレームに大きな穴が開いていて、片側はね、そこにドライバーを差し込んでリアサスペンションの調節をするような、そういった役目も兼ねているわけですが、おそらくですが、その結構がっしりとしたその車体全部に対して、そのリアのスイングアームを牽がしているそのフレームの後半部分、その辺りは少し剛性を落として乗りやすくしているんだろうなという感じがします。いずれにしても乗りやすいことこの上ないというか、曲げやすいことこの上ないという感じですね。もちろんここは公道なのでそんなにめちゃくちゃな速度は出すわけにはいきませんが、これぐらいの峠道、そして先ほどのかなり回り込んだコーナーでも自由自在に走れるといった印象です。全体的にはものすごくパワフル、トルクフルなバイクではあるんですが、扱いやすくコントロールしやすいというのもこのモデルの大きな利点であると思います。それプラス先ほど言ったじゃじゃ馬感も残されているので、なかなか奥深いバイクですね。はい、それではね、峠道を登りきったので U ターンしたいと思います。このモデルはね、倒立フロントフォークなので、少しフロントフォーク切っとかないとさすがに難しいかなという感じがします。はい、今ね、カツンとストッパーに当たるまでステアリングを切って慎重に U ターンしましたが、先ほどからね、何度も言っている通り、エンジンの低回転比からのトルクは結構太いので、ああいった小技もね、その倒立フロントフォークゆえのハンドル切れ角の少なさは感じますが、比較的決めやすいといった感じですね。ただ、ああいったね、U ターンなどの小技に関しては MT-07 の方が圧倒的にやりやすいと思います。そして今、峠道の上り、トランスミッション3速ですけども、3速でも2速でもあんまり変わらないという感じなんですよね。トルクに関してはもうスロットルを開ければもういくらでも出てくるといった感じなので、3速でも2速でもそのライダーの気分に応じて設
選択すれば良いのではないかと思います。今2速ですね。ただ電子制御スロットルを採用しているということもあるのかもしれませんが、そうですね、エンジンスロットルをちょっと多めに開けてエンジン回し気味にしても、もうどっかに飛んでってしまいそうな、そういうリスキーな感じというのもあまりない。ただもうちょっともう一開けするとグワーンと出るので、そこからはね、ライダーの腕次第という感じなんですが、こういった峠道をね、気持ちよく流す程度であれば、全くこのモデルはリスキーな感じはしません。あとこういった回り込んだコーナーも、そうですね、スーパースポーツと違うので、なんていうかちょっとリンアウト気味のフォームもしっくりくる。そのようなフォームを取ると余計小さく細かくくるっと回れるといった感じで、ライディングフォームもいろいろなものが試せそうというか適合しそうな感じがします。ただやはりこうして走っていると MT-07 の場合はそのエンジンの駆動力の質、トラクションの良さが生きているとコメントしましたが、このモデルはね、やはり先ほどから何度も繰り返しているエンジンフィーリングなので、これはこれでね、MT-07 とは違った意味でタイヤが結構いい仕事をしているというか、タイヤが結構重要なのかなという気がします。高速道路の車線変更の時もちょっとコメントしましたが、4気筒ほどエンジン自体の幅も広くないですし、あと高速で回転しているパーツが短い、それによってその高速回転することによって生まれるジャイロ効果が4気筒よりはかなり少ないはずなので、この軽快なリーンの感触というのはこの辺りがね、相当大きく効いているかなという気がします。乗っている感触としてはもうほぼ2気筒エンジンに近い、そんな軽快感であると感じます。ブレーキどうでしょうかね。はい、このモデルはモデルチェンジに伴って IMU6 軸の管制センサーを採用しているので、こういった時もその車体の状況をその IMU が感知して、それに応じたブレーキのコントロールなども加えられているそうですが、もともとねバランスがいいモデルなので、その辺りが役に立つというのはよっぽどアグレッシブな走りをしている時だけなのではないかと思います。ブレーキのフィーリングに戻りますが、そうですね、MT-07 と比べると少し握り応えがあるのかな。ちょっとレバーのフィーリングとしてはそんな感じですが、またこのモデルは倒立フロントフォークを採用しているので、そうですね、ブレーキをかけた時の感触のそのフロントのしっかり感があるといった感じです。 MT-07 の扱いやすい、かなりしなり感があるというか、そんなにカチカチじゃないよと伝えてくる車体のフィーリングも良かったんですが、このモデルのこの倒立フロントフォークゆえのしっかりとした感触もなかなかいいですね。フロントのブレーキ自体は、スーパースポーツほどなんていうか過激なというか、ぎゅーっと自動的に制動力が高まっていくような感触はないですが、強力ではあるけれどもロードスポーツとしてのフロントブレーキであるような気がします。効きは決して悪くないですし、コントロール性もとても良いと思います。リアブレーキはどうですかね。はい、ちょっと不思議なことに若干このモデルの方が MT-07 と比べると実用的な制動力もあるような気がします。 MT-07 のリアブレーキが効かないということではないですが、このモデルの方がリアブレーキ止まってくれるような気がしますね。この辺りはもしかしたら運動性能の高さに合わせた制動力がリアブレーキにも与えられているのかもしれません。リアブレーキのその踏み心地も悪くないですね。
微妙な踏み加減、そして引きずっている時のコントロール性、フィーリングもちょっと粘りを感じるんですが、なかなかいいなと思います。最後にちょっと気になったポイントをご報告しておくと、そうですね、あまり大きなことではないんですが、このメーターパネル、高速道路でかなり表示部分はコンパクトだよとコメントしましたが、昨今、例えばツーリングなどに出かけると、ガソリンスタンドがなかなか見つからないというようなケースも多いと思います。このモデル、これだけ高精細、高解像度の TFT だと思いますが、このカラー液晶を採用してるんですが、燃料メーターが結構ざっくりしてるんですよね。半分ぐらいまでは1本のバーで表示されていて、その半分のバーを消化すると残り残量の少ない方は3本のバーで表示されているというような感じで、燃料タンクもそれほど大きいわけではないので、この燃料の残量計はもうちょっと細かくても良かったのかなと思います。またこれぐらいのグレードのバイクになってくると、やはり私はこのクラッチレバーの角度を調節するダイヤルが欲しいなと思います。これは07の時も言いましたが、手の小さいライダーが乗るということを考えても、角度調節のダイヤルはあった方が良かったのではないかと思います。かなり詳細に見ていても、コストダウンのあからさまな跡というのはなかなかないんですが、サイドスタンドに関してはパイプをカットしてプレスでパチンと仕上げましたみたいなサイドスタンドになっていて、毎回ライダーとしては見るものなので、もうちょっと質感の高い、ヤマハさんがよく採用しているアルミ合金製のサイドスタンドであれば、質感としても満点だったのではないかと思います。それと排気量差、価格差も結構あるので、MT-07 と MT-09 どっちにしようか迷っているという方あまりいないのかもしれませんが、もしいたとしたら、そういう方に私が言えることとしては、例えば日常の足としても使うんで、場合によっては雨の日も乗るよとか、通常のその移動の道具としてスタンダードなロードスポーツバイクとして乗る機会が多いという方は MT-07 の方が合っているのではないかと思います。その一方で、あくまでもバイクはスポーティーに走らせたい、どちらかというとバイクに乗ることによって非日常的な楽しみを得たいんだという方は、この MT-09 の方がスポーティーで合っていると思います。いずれにしても前回の MT-07 の時もコメントしましたが、この MT-09 と MT-07 というのはリーマンショック後のヤマハが大躍進を遂げる、その大きな要因ともなった2つのモデルというか2つのエンジンであって、今乗っても一線級の実力を持つエンジンですし、ヤマハの大きな資産となったそんな2つのパワーユニットでもあるなと感じました。はい、ということで今日は新型となったヤマハの MT-09 を試乗しました。それでは。